皆様、本日はキノコの唐揚げシリーズエリンギ編なんですけれども、以前ねコメントでもいただいてたみたいに、こちらの松茸の味のお吸い物を使ってエリンギなんだけども松茸みたいなね松茸の唐揚げ作っていきたいと思います。で今回は、このお吸い物、松茸の味のお吸い物、長谷園、こちらを使うんですけれども、ちょっとねやっぱ普通にね松茸の香りも出したくてお上品な味にしたいので、ニンニクとかそこら辺のちょっと味がすごい濃いものは使わずにやっていきたいと思います。エリンギですね。で今回は4パック 400g 分のエリンギがあるんだけど、それに対しては下味の段階でお吸い物は2パック使おうと思います。エリンギなんですけれども、カットはね皆さん結構お任せでもいいんだけど、今回は縦ということで4等分にして、でちょっと断面図多めにして、ここからね味がよく染みるようにしたいかなと思います。こんな感じでいっていきます。で下味の段階でねこういうちょっと断面図が多い方が、そこからね水分も出て松茸の香りをね中に染みさせやすいと思うので、2分の1だとちょっとでかすぎるかな。それでもねいけないことは全然ないと思うんだけど、しっかりとね味を染みさせたいので今回は4等分にします。ではこちらエリンギこんな感じでカットが終了したので、ここにじゃあ松茸のお吸い物こちら入れちゃいます。で今回この入ってる具材ごとも全部一緒にやっちゃってください。海苔とお麩が入ってるのかな。でここにお酒、こちら大さじ2杯、お醤油、こちら大さじ1にします。今回醤油の量も少なめでいきます。生姜今回チューブなんだけど、これ小さじ1/2ぐらいでいいです。ちょっと生姜ほんの少量、風味付けですね。お塩少々でこちらをよーく揉み込んでおきます。でね醤油とかをまた割り付かせると、そこからねエリンギから水分が出始めるので、その出たところに松茸のお味を染みさせていただきましょう。で松茸のお吸い物だけだと溶けないんで、なかなかやっぱね醤油とかお酒とかの水分で先ほど松茸のお吸い物の顆粒の部分を溶かして、このエリンギに染みさせる感じですね。で生姜が多すぎるとねやっぱ、松茸の香りがね飛んじゃうんで分かりづらくなっちゃうと思うので、ほんと気持ち程度の生姜で。はい、じゃあこんな感じで一通りまず混ぜ合わせたら、ちょっとこの状態で5分ほど放置して水分出します。でそしたらもう一度混ぜ合わせます。でちょっとまずこの段階でなじませます。では5分ほど放置して、分かるかな、結構もうへにゃってきて水分がテカってなってるんだけど、もうちょっと出してほしいんで、これでもう一回混ぜ合わせてたら、もうだいぶ水分がすごい量出てる、水分が出てるから混ざりやすくなってくると思うので、これで再度もう一回混ぜ合わせてもうちょっと放置します。ではいい感じに馴染んで、分かるかな、もう色もなんかちょっと水分が出始めましたよみたいな色になったので、どことなくもう松茸だよね。もう香りは松茸だもん。香り松茸、味しめじエリンギじゃないのそこは。でもさ超える可能性はあるよ。あるよ。はい、大きいしねじゃあやっていきます。で今回はこちらの片栗粉をつけて、いつも通りつけた後少しなじませます。はい、じゃあどんどんつけていきますね。はい、片栗粉つけて、はい。なんでなじませるんですか。これはね衣がねよくねしっかりなじんでね剥がれづらくなってね、あとカリカリになりますね。ちょっと水分がね表に出てる方がちょっとカリッと仕上がりやすくなります。で余計な衣を落として、こんな感じでどんどんつけていってください。でちょっとね余分についちゃってるところは最後揚げ終わりがちょっと白っぽくなりますね。カリッと香ばしくなるのでそんなに気にしなくていいよ。パッとつけてちょっと余計なのをはたき落として置くっていう、それだけです。で今のうちに油の温度180度まで上げといてください。きのこ系はもう高温でサクッと2度揚げせずにカリッと仕上がりますので。はい、じゃあ衣つけ終わったので、油の温度が今160度だからもうちょっとかな。では油の温度が180度まで上がったので、こちらどんどん上げていきたいと思います。いきます。
しか揚げ音もお上品に香りに感じるんだけど。お上品ですよ。香りも今とてもよろしゅうございます。はい、これくらいかな。まあ半分ぐらい入れて、でまず最初は触らないようにするんだけど、まあ、片栗粉同士はねちょっと湿ってるとくっつくので、それを剥がしてあげてください。で今回一応目安は2分で揚げるんだけど、今もう30秒ぐらいいったので、そしたらちょっとくっついてるやつ剥がします。でまあ2分って言ったんですけど、目安としてなんで、この今ね泡が結構激しく立ってると思うんだけど、これが水分なので、これがなくなるの目安ぐらいで揚げ終わりにしようかなと思います。では今2分経ったんですけども、分かるかな。さっき最初の頃と比べてだいぶこの羽のね勢いが収まってて、水分も出てるかなって感じなんですけれども、じゃああとは触った感じ、結構もうしっかりカリッと仕上がってきてるので、あとはちょっとね揚げ色、皆さんのお好みの揚げ色ぐらいまでいけばいいんですけれども、基本的にもうこれで火は通ってると思うので、今回4等分して細身になってるので、音もちょっとさーっと川のせせらぎのようなねいい音色になってきたので OK。 じゃあこんな感じで、まあ2分、今回僕は30秒ぐらいかな、時間的には。で油の温度180度ずっとキープできているので、いい感じになってると思います。で触った感じもちょっといい感じに、まだカリッとしてる感じかな。揚げます。はい、で今回は2度揚げはないんですけれども、もし本当にサクサクにしたい場合は2つ目のやつ揚げ終わった後、ちょっと最初のね今この段階で揚げてるやつを触ってみて、ちょっと水分が浮いてきたかなと思ったら、一応2度揚げ数十秒してあげればよりカリカリになると思うんですけれども、じゃあこちらでなんちゃって松茸唐揚げ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずは乾杯。乾杯。じゃあ冷えてる。じゃあこうちゃん先に。ちょっとねこの漏れてない方からいくね。はい。じゃあいただきます。サクサクしてる。最初まずちょっとふんわり松茸の香りがして、でまあ食べていくじゃん、そしたらちょっとエリンギの肉汁じゃないけどさ、出てきたかなと思ったら、多分そっからそこに染みてるのか、めっちゃ松茸になった。香りももうここで松茸だもんね。超うまいよね。本当にびっくりするほど松茸すごいよ、おガチで。いやでも多分本物の松茸やるよりも松茸の香り多分絶対強いと思うすごい美味しい。でほんのりやっぱりこうちゃんがお醤油入れてくれてるんで、もう何も壊さない程度にほんのり味がするんですよ。それがめちゃくちゃうまい。あと何より食感、このサクコリの食感がマジで美味しいです。ちょっと感動してる。マジで松茸って言われたら気づかないと思う。だと思う。目つぶってあーんって食べさせられたら、絶対気づかない。松茸ってなると思う。でしかもこれがさ、1本で言ったら100円もしないんですよね。相当安いよね。うまい。とかそもそも松茸関係なくうまい、もうなんなら。で今回はちょっとレモンとかそういうのがない方がいいと思う。この香りをね、味わうためには。あと松茸のお吸い物さ、多分
出汁がめちゃくちゃしっかり効いてるんだよね、めっちゃ味するから、もうこの段階でうまっ。でも興奮してラムネも喋ってるもんね、ね確実にね。何を喋ろうとして、そろそろ皆さん多分ラムネ喋るかもしれないです。マジでずっと喋ってるね、なんかね、最近。独り言多いよね。超うあとマジでこれ無限に食べられる。まいね。まずエリンギってポテンシャルが高いよね。本当に高い。余計なさ味がしないじゃん。結構シンプルな味だからさ、何色にも染まるね。しかもさ、しいたけは苦手だけどエリンギは大丈夫っていう人めっちゃいるもんね。だからさっき言ったように本当癖がないんだろうね、で単純に歯応えがあるから女性から男性まですごい人気あるんだろうね。もううなずけるよね。でもね、もう最高、このザクザク感。もう秋の味覚ですよ。もう、味わっちゃってる。もう最高の気分だよ。うまでももう何度ももうマジで言ってるけど、もうこうちゃんの揚げかけがマジでうまいんだよね。い。こなれたもんですね。やばい、このザクザク感で、今回に限ってはさ、もう薄衣じゃん、そこもね、なんか軽やかにいけてね、めっちゃいいんすよね。めっちゃいい音やん。こうちゃん、こっちの方めっちゃガリガリよ。もうしかもサムネイル撮って結構時間経ってるのにこれだから、で中のジューシーさはなくなってないもんね、コリコリ感とね、そこもうまいね、本当に。あと1個ね、僕揚げたてを味見したんですけど、まあ美味しかったよね、やっぱ。美味しかった。もうね、だから本当に奥様方はぜひ揚げてる瞬間、まあね、食卓に出す前に自分だけが味わえるその出来たてをね食べてもらいたいよね。最後見せてあげて。じゃあこうちゃん、美味しそうに。でラストいただきます。噛みしゆっくり噛みしめてる。ほんまにうまい。っていうかさ、マジで4パック最初多いと思ったんですよ。全然多くない。むしろあと100パックぐらいいけそう。マジでマジでうまいわ。マジでうまい。ほんまに永遠に食べてられるよね。ちょっと、すごいわ。エリンギもそうだけど、やっぱ松茸のお吸い物のポテンシャルがすごいんだなっていうのが分かった。まあ、改めてね。ということで本日はですね、100円以下でできるエリンギを使った松茸の唐揚げをね、こうちゃんに作っていただいたんですけども、まあ美味しい。本当にほんまにすごくもうそのままでもう揚げてる時からめちゃくちゃ松茸の香りがすごいふんわりくるのもそうなんだけど、マジでお上品なんですよね。でこうちゃんができるだけ味を最小限に抑えてることによって他のその香りとかも全部生かしてるし、このコリコリ食感も全部生きてるんで、サクサクコリコリで松茸の風味が後からもするから超やみつきになります。めっちゃうまい。お酒のおつまみには最高だと思うし、ご年配の方でね、例えば油物が苦手な方でも結構あっさりいけると思います。本当にあっさり食べられる。マジでびっくりする。はい、ということで本日はね以上になります。とっても簡単でね、しかもお安くできるので、ぜひね秋の味覚を味わってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。